正直もう残されているのは本当にリアルなシステムが特徴となるネオ機体だけという飽和状態なんです。まあその席も間もなくフェニックスさんに奪われそうな勢いですが、前回の動画で触れた件について皆さんにお詫びしなければなりません。以前フェニックスシミュレーションズさんがエアバス A320 ネオファミリーを先に出すかもなんてお話ししましたが、現実はまさかの逆。 FS ラブスさんが訓練レベルの A321 ネオをフェニックスよりも早くリリースしました。今回はこの FS ラブス A321 ネオが一体どんな感じなのかざっくりとご紹介していきたいと思います。このチャンネルではシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、シム愛好家としての視点からレビューを行っています。まずはビジュアル面から見ていきましょうと言いたいところなんですが、セオの動画を公開した直後にこのネオがリリースされたので、細かい部分は変わっているかもしれませんが、正直なところ全体的にはエンジンが大きくなったなぁとか、無線とかコックピットの装備が変わったなぐらいの印象で、そこまで大きな変化はないかもしれません。ただ嬉しいことに、セオで見えなかったキャビンがネオではしっかりと見えるようになったんです。テクスチャの品質については皆さんのご自身の目で確かめてください。それでもこれまでマイクロソフトフライトシミュレーター界隈でぽっかりと開いていた訓練レベルのネオ機体という穴をこのリリースで完全に埋めてくれた FS ラブスさんには本当に感謝しかありません。フェニックスは数ヶ月前にビッグフェニックスアップデート、略して BFU という大型アップデートを発表しましたが、未だリリースの兆候はなく、 A320 ネオや A321 ネオがどれくらい完成しているのかがあまりよくわかっていません。特に A321 ネオは実際の航空会社でも大西洋横断など長距離フライトで活躍していることもあり、多くのユーザーが今か今かと待ち望んでいたはず。そんなフェニックスがもたもたしている間にまさかの先制攻撃を仕掛けてきたといった感じです。 FS ラブスさんについては前回のセオの動画でもご紹介しましたが、システムは一級品です。フライトモデルには少し慣れが必要ですが、サーキットブレーカーまで操作可能という本当に素晴らしい機体なんです。その他にも A321LR にも対応しているので、長距離フライトが楽しめるようになっていたり、ネオ機体ではおなじみのデジタル無線やオーディオシステムなど最新の装備がこの機体にはバッチリ揃っていたり、FS ラブスさんの真骨頂である多くの ECAM ロジックや故障のシステムによってリアルな操作を存分に味わえるようになっています。SIM ブリーフのインポートは乗客、貨物、そしてルートインポートの全てに対応しており、さらに GSX Pro があれば EFB でグランドハンドリングも楽々操作できます。この FS ラブスさんの機体は今のところ2段階でリリースされる予定です。第1フェーズが現在のリープバリアントに完全対応した機体が登場し、この後に登場するフェーズ2では日本に馴染みのあるプラット&ホイットニー製のバリアントが追加されます。これらは無料でアップグレードされる予定なので、今からでも安心して購入することができます。フェニックスと FS ラブスさんの比較については前回の動画でたくさん取り上げましたが、簡単に両者を比較すると、エアバスのシステムの深さについては非常に繊細な故障シミュレーション、キャビン内の温度挙動、摩耗機能などが含まれている FS ラブスさんが有利です。逆にフェニックスはマイクロソフトフライトシミュレーター向けにゼロから設計・構築され、
美しいコックピットや外観などのビジュアル面、そしてお値段が安く手軽に高性能な機体を楽しめるのが魅力です。極限のリアルさを取るか、それとも美しい見た目を取るか、これは皆さんの好みに合わせて機体を選ぶ感じです。エンジンの音、皆さん気になりますよね。ということで確認してみましょう。同じディープエンジンを使っている高音質なフライバイワイヤーの機体とも比較してみます。コックピット内ではそれなりですが、外に出るとだいぶ違う印象を受けますね。皆さんはどちらの音が好みでしょうか？さて、この機体のお値段ですが、税抜きでだいたい70ドルくらいです。ただし、マイクロソフトフライトシミュレーター向けの A321 セオを以前に購入していた方は、9月15日までの期間限定で割引が行われています。なので欲しいと思った方は早めに購入を検討してください。FS ラブスの A321 ネオは単なる A320 のストレッチバージョンではありません。ハンドリング、重量管理、リアリズムにおいて大幅なアップグレードが施されたスタディレベルの機体で長距離運行も可能になっています。さあ、皆さんはどちらを選びますか？今すぐ FS ラブスさんの A321 ネオに飛びつきますか？それとも少し待ってフェニックスの A321 ネオの登場を待ちますか？ぜひコメント欄で皆さんが今どのエアバスを飛ばしているか、そしてフェニックスを待つならどんなことを期待しているかぜひ教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。